こんにちは、漫画素材工房です。本日はこちらのイラストを添削していきたいと思います。作者は二月優様です。全体的にやはりとても綺麗に描かれている女性の絵ですね。全体のバランスや特徴を見ていきますと、この絵は地べたに座っており、足がとても手前に来ていて、足先が強調されるようなポーズのイラストなんですね。このようなイラストの場合、気をつけなければいけないのが足首の傾きなんですね。このケースでよくある間違いとして、どんな体勢を描く場合であっても足首が直立時と同じで、この90度直角の状態で描いてしまう人が多いんですね。でも足首の可動っていうのは実はものすごく複雑で、まずこのように足首が上に向かう動作を背屈と言います。そして下に向かって動く動作を低屈と言いますね。そしてさらに正面から見た時に親指側に動くのが内返し、そして小指側に動くのが外返し、そして上から見た場合、親指側に回転するのが内転、小指側に回転するのを外転と言いまして、このようにね、聞いただけで頭が痛くなっちゃうと思うんですけれど、6種類の動きがあるんですね。なので足首はこのように90度直角な感じの足首の動きという時点で不自然な印象を与えてしまうのがこの足の怖さなんですね。そしてこのポーズのように足がかなり手前に向かってくるような流れは、足の構造知識がないとめちゃくちゃ難しい作画になるんですよ。骨の見え方とかでシルエットがやっぱり全然変わってくるんで、骨と筋肉の構造知識なしにはかなり難易度が高い題材になりますね。そしてこの足はわざとピントをぼかしてかなり手前にある感を出しているんですけれど、その割に足がちょっと小さいかなと思いました。私のこの絵はちょっと女性の足にしてはごついというか、強調して書いてあるので、あくまでもこの強調例として見ていただきたいんですけれど、このように座った場合の足首の流れというのはまず、低屈になります。やはり自分で同じポーズをとって足首の動きを確かめてみるのが一番分かりやすいんですけれど、足の側面にこの地面の圧力ですね、このように地面についた場合、だいたい足は低屈になって伸びます。なのでこの足首を逃したのがこちらの絵ですね。だいぶ自然な足の流れになったと思います。力が入ってる感が随分抜けましたよね。そして本来なら一応法則性があるんですけれど、このポーズの場合、この片方の足がもう一方の足に乗って、ここに高さと隙間があるような状態なんですよね。そしてこの親指の部分でくっついているということで、ここは内転ですね。親指に傾く内転の状態でもあり、そして重力に従って親指側に下がっているので内返しの状態でもあると思います。ただここまで考えるともう多分混乱して頭がこんがらがってしまうと思うんで、そうですね、せめて低屈とあと背屈ぐらいは覚えて足の状態を書き分けられるといいですね。私も毎回混乱するので、必ずこのようにシンプルな形で捉えてから細部を書き進めるようにしています。このように地面に座ったようなポーズでは相当に難易度が上がりますので、どうしてもきちんと描きたいということであれば足首の可動域を確認してください。有料になりますが、上級プランの方に公開している可動域の一覧表というのがありまして、そこに足首の可動域を全て説明してあるのと、足首と足の構造についても詳細な解説をまとめていますので、概要欄のリンクから飛んでみてください。そしてもう一つ気になった点なんですけれど、この胴体のラインを探っていくと、このようにここになんかくっついているのかな、こんな感じになっているんですけれど、足で隠れているので足の付け根の状態はちょっと見づらいんですけれど、こんな感じになっているんじゃないかと思いますね。でこのように足で隠れてしまった場合、どうしてもこの辺をいい加減に描きたくなっちゃうんですけれど、足の動きを描くにはこの骨盤の傾きだとか足の付け根の位置はこのデッサンを取る上でめちゃくちゃ大切なポイントになるので、ここはおろそかにしない方がいいと思いますね。これをしっかり描くにはやはり骨盤周りや股関節の構造というのが必須になってきます。
そしてこの足についてもですね、やっぱりこのポーズのように手前に向かってくるものを描くには構造知識が相当必要になります。どうしても足を主役に描きたいという方は、足の構造と、あと足首の動き、それから地面についている方の足ですね、この足の構造もしっかり勉強しておくと、かなりハイレベルで説得力のある下半身が描けるようになるんじゃないかなと思いますので、こちらも概要欄にリンクを貼っておくので、ぜひ見てみてください。そして次が全体のバランスとして気になった点です。このように座った状態で胴体が傾いているので、奥の手を床についてバランスをとっている状態だと思うんですけれど、この場合人体というのはバランスを取ろうとしてこのように弓なりの状態になるんですね、上半身の方は。でこの頭部というのはどうしてもバランスを取るために重心の中央に戻ろうとする働きがあります。なのでこのように曲線を表すように顔の角度をちょっと変えてあげました。顔をちょっと煽りにしてあげると、この曲線のラインが随分強調されたんじゃないかなと思います。元の状態だとこんな感じにちょっと直線的な印象を受けてしまいますね。そしてこれがやはり動きの硬さを感じさせてしまうので、柔らかく自然な動きを出したいのであれば、この反り返りの曲線を意識して上半身と顔と首の動きを描いてみてください。首もちょっと台形っぽくなっていますね。こんな感じで、でも実際首は台形ではないので、ここの辺はちょっと引っ込めて円柱状態にしてあげた方が自然になるかと思いますね。あと最後気になった点はやっぱり服のシワの流れですね。これなんですけれど、まずこの袖を肩にかけているので、密着部はこの肩の頂点になります。でシワというのはこの密着部と密着部に向かってラインをつなぐように重力に沿って流れていきますので、まずこの肩から肘へ向かうこの大きな流れが一つ欲しいところですね。そしてここでシワになって今度は前腕に密着するんですけれど、この手に関しては手前に向かってくる感じがよく描けているのに対して、この手首と袖の部分をこんな感じで奥行きのない横向きのアングルで描いてしまっているので、ここで奥行きが死んでしまった感がちょっともったいないかなと思いました。こんな感じでちょっとギリギリのラインなんですごく難しいんですけれど、これも手首の存在を意識することで描けるようになってきますので、ちょっと大量ですが手首のまとめも概要欄に貼っておきますので、気になる方は見てみてください。こんな感じにしてあげるとより自然になるかなと思いますね。以上、今回の内容をまとめていきますと、座った足を強調するような絵を描く場合は、この足首の動きというのには相当注意をして作画をしましょう。そして手前に向かってくる奥行きのある絵はさらに難易度が高いですから、ここをしっかり描くためにはやはり足の構造というものをしっかり学びましょう。そしてこのように足で隠れていても、足の付け根の位置というのは足の動きを出すためにとても重要なので、この見えない部分の股間と上半身のつながりもしっかり描いてあげると、より安定したデッサンになっていきます。そしてこのように上半身が傾いている場合というのは、重心に近い位置に戻ろうとしますんで、このように弓なりの曲線を意識したような顔と首の傾きを描いてあげると動きに柔らかさが出てきます。そしてシワの流れは密着部の起点から次の密着部へと流れる法則がありますので、そのように描いてあげましょう。そしてこの奥行きも必ず忘れないように輪切りをきちんと取って立体を再現してあげてください。首の形は台形ではなく円柱を意識して描いてあげましょう。以上となります。二月優様ご応募ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。